産卵した状態がもう直接ね漬け込むだけと。冷蔵庫で1ヶ月2ヶ月数の子の塩抜きということで、今日はこれね、塩漬けの数の子、数の子っていうのはニシンの卵なんですけれど、この塩漬けにされた状態で流通するので、この塩の抜き方、味の入れ方ね、醤油漬け、塩漬け、味噌漬けの作り方と、こっちはね、子持ち昆布っていうね、昆布に数の子がくっついたような状態のものなんですけれど、数の子と子持ち昆布の違いだとかお話もしつつ、塩を抜いて、数の子にね味を入れるまで紹介しようかと思います。塩を抜くときはね、まずはこれお水を用意して、お水にお塩を一つまみ溶かしまして、そこにね、数の子をつけるだけですと。これね、数の子ってね、流通の仕方が3パターンぐらいあって、一番ポピュラーなのはこの塩漬けの数の子ね。これはね、そのまま食べるとしょっぱくて食べられないぐらいカチカチに塩をして塩蔵ですよね。塩蔵されて、流通する、数の子と。もう一つは干し数の子って言ってね、これね、乾燥させたね、カラカラになった数の子も流通するんですよ。それはね、ただ今ほとんど作られてないですし、値段もものすごい高いです。干し数の子の場合はね、米のとぎ汁で戻したりもするんですけれど、基本的にはね、干し数の子ってまず見かける機会はないかなっていう。もう一つは薄塩の数の子っていうのがね、最近出回っていまして、薄塩の数の子っていうのは、このね、塩漬けの数の子ってさっきも言ったようにしょっぱくて食べれないんですけれど、食べられるかどうかギリギリのラインで塩をして、パックされて流通する数の子がありまして、それはね、もうね、出して食べるだけと、そういう状態で流通しますかね。基本的にはね、この塩漬けの数の子が流通量の9割以上だと思うので、基本はこれね、塩抜きをしてから味付けをして食べるような形ですかね。塩抜きのね、仕方はね、子持ち昆布でも同様ですんで、お塩一つまみ溶かして、でそこにつけるだけですと。なぜ塩を一つまみ入れるのかというと、その方がね、塩が早く抜けるからと。誘い塩なんて言ったりするんですけれど、塩を少し溶かしておくと、この塩の抜けがね、スムーズに抜けると。これね、6時間ぐらいね、塩抜きするんですけれど、その間にどんどんね、こいつらから溶け出した塩がこのボウルの中のね、この水に回っていくので、どんどんしょっぱくなっていくので、2時間に1回ぐらいね、この水は取り替えるようにしてくださいと。このままね、6時間ほど放置しますと。6時間ほど経ちましたと。おそらくね、塩は完全に抜けていると思いますので、ここから味を入れていきますと。子持ち昆布と数の子の違いについてちょっとお話ししますと、数の子っていうのはね、これは卵巣の状態だから、メスのニシンのお腹の中にある状態ですよね。当然魚なので産卵するわけじゃないですか。産卵した状態が、こっちの子持ち昆布。これね、ニシンをさばいたことがある方はわかると思うんですけど、数の子ってね、これね、手で触ると手とかにね、ブチブチくっついてくるんですよ。それはなんでかっていうと、ニシン自体がこのね、産卵して、海藻にね、卵を産みつけると。で、その海藻にくっつくように、このね、海苔じゃないんですけど、ほんとね、洗っても全然落ちないようなね、くっつき方をするんですよ。そう、だから、産卵すると、自然とね、このニシンの卵が海藻にくっつくようにできていると。とはいえね、この昆布にこんなにびっしりね、魚の卵ってくっつくのと思うじゃないですか。それはその通りでして、このね、子持ち昆布というのはどうやって作るのかというと、天然のものはね、昆布の生えている場所にニシンをね、網で囲い込んで追い込んでいくんですよ。そこでニシンを産卵させて昆布に大量にくっつけるという作り方をするんですよね。ある程度人工的に
コブの生えている場所にニシンを追い込んで、そこで産卵させると、こういったコブにね、卵がびっしりついた状態になると。天然の子持ちコブ自体も流通量は少なくて、こういうね、コブにね、卵がびっしりついているものっていうのは、人工的に卵を取り出して、接着剤を使ってコブにくっつけたものと。これなんかは一応ね、ニシンの卵をコブにつけたものなので、子持ちコブの中では中の中ぐらいなランクのものっていうイメージですかね。人工でつけたものの中でも、これよりね、全然卵のついてないものだとか、子持ちコブのランクの話をすれば、もちろんね、天然の、子持ちコブが一番高くて、で、これね、人工的にね、こう厚く卵をつけたものが、次に値段の高いもので、人工的につけたもので、これより少ない、これより薄っぺらいものもあるんですよ。それは、若干値段も落ちるものでして、さらに言うと、カラフトシシャモっているじゃないですか。子持ちシシャモね。シシャモの卵をコブにつけたやつなんかもあるんですよ。それなんかもっともっと安かったりして、そうだからね、この辺はね、業者さんに聞いてどのぐらいのランクのものなのかを判断するのが一番早いのかなと。ここからね、出汁につけていくんですけれど、これね、数の子の場合は、明太子だとかカラスミを想像していただければ分かりやすいと思うんですけれど、基本的に卵巣の状態なんで、ここにね、1枚膜で覆われてる場合があるんですよ。膜をね、最初にこう指で簡単に剥けると思うので、膜を剥いてからつけてくださいと。ものによってはね、もう膜が取れた状態で塩漬けになってるものなんかもありますし、これなんかはね、もうすでに膜が取れた状態で流通してるんですよね。そういうものでもね、このね、卵の隙間にこういう膜がちょっとね残ってたりするので、綺麗にね取り除いてからつけてくださいと。そうしたら、一旦ね、数の子水から上げてつけていきますと。水から上げた時にここから味を入れていくんですけれど、どうしてもね水を含んでると味がね薄まるんで、こんな感じでねギュッと絞ると水が出てくるので、しっかりと水気を絞ってから漬け込むようにしてくださいと。でも子持ち昆布なんかもね、これギュッと絞っても全然ね卵がばらけるようなことはないので、しっかりと水を抜いて、それから味を入れるようにしてくださいと。数の子のね醤油漬けの作り方から紹介しようかと思いますと。こっちは、かつおだしだから昆布を、水から煮出して沸いたらかつおを入れただしですね。醤油漬けの場合は、これね最初に当たりを言いますと、だしが6ねで、みりんが1、薄口醤油ね、薄口醤油が1っていう当たりで、僕はね漬け込みますかね。これね薄口醤油っていうのは、塩分が強いんで、611っていう当たりでつけるんですけれど、濃い口醤油でね色がしっかり茶色くついてた方が美味しそうに思うって方は、濃い口醤油で51とか411とかっていう当たりで作っても美味しく作れるかと思います。しょっぱいのがね苦手とか塩分が気になるって方は別に71とかね811なんかで多少薄味につけてもいいのかなと。ここからね一煮立ちさせてアルコールを飛ばして冷ました地に漬け込むだけですと。一煮立ちしたら火を止めて、このねだしを冷ませて、もしかつおの風味が強い方が好きという方はここにね追いがつおといって、これかつおだしでね、煮出して醤油とみりんとを足してるんですけど、合わせたところにさらにかつおを加えて濃いめのだしを作ってから、これをね冷ましてこして、漬け込むとさらにね風味の強い、数の子に仕上がりますよと。だしがね十分に冷めたら、
あとは、漬け込むだけですと。漬け込む日数はね、24時間は漬け込んだ方が味がね、しっかりと入って、僕はね、美味しいかなと思いますかね。で、まあもちろんこれね、漬け込めば色がつくので、色がつくのが嫌だっていう方は、まあ薄口醤油の他にね、塩足したりして、まあなるべくね、色がつかないようにしてから食べればいいんじゃないかなと。ということで、まずね、これ醤油味の、数の子小餅昆布の漬け方と。続いて、塩漬けのね、方法を紹介しようかと思いますと。数の子の塩漬けを作るんですけれど、塩漬けの場合もね、基本はね、かつおだし。で、かつおだしにお塩で味を入れて、香り付けにね、みりんを。これみりんはね、僕はね、そこまでね、甘いのが好きではないんで、みりんはね、ほんと香り付け程度に加えて、薄口醤油を本当にね、数滴。濃いめのお吸い物っていうイメージですよね。これもね、醤油漬けと一緒っすよね。火にかけて、風味を濃くしたければ、追いがつおをして、冷まして漬けるだけと。この味付けの目安はね、だいたいね、だしが 100g に対してお塩 5g 程度。お吸い物として飲むにはだいぶしょっぱいぐらいの塩分を目安に作ってみてください。これ沸かして冷まして追いがつおの工程は先ほどのね、醤油漬けと一緒なんで、これね、ちょっと映像では省略しますね。塩だしね、冷ましたら、あとは漬け込むだけですと。これも一緒っすよね。24時間以上漬けて、しっかりとね、中までだしの風味と塩味を入れて、それからお召し上がりくださいと。これまでね、この小餅昆布、塩漬けとね、醤油漬けと、一緒に漬けてるんですけれど、この後ね、紹介する味噌漬けはね、正直ね、小餅昆布は味噌漬けにしてもそんなに美味しくないんですよね。数の子に関しては、味噌漬けにすると本当おつまみって感じで、本当にね、お酒に合うおつまみっていう感じなので、もしね、小餅昆布使う方は、醤油漬けか塩漬けが僕はね、おすすめかなと。そうしたら、お後で、味噌漬けね、紹介しようと思います。続いてね、数の子の味噌漬け。紹介するんですけど、非常に簡単でして、今回使うのは西京味噌なんですけれど、これ別に赤味噌でもね、田舎味噌でも、何でもね、好みの味噌を使ってほしいんですけれど、味噌にもう直接ね、数の子を漬け込むだけと。一つだけ注意点というか、ポイントがありまして、これね、数の子ってね、味噌だとね、なかなか味が入らないんですよ。味噌につけてからだいたいね、2週間はつけた方がいいかな。それぐらいが結構味がちょうどよく入るかなと。他の動画を見てくださってる方はご存知かと思うんですけれど、この毎回ね、味噌につける時にこうペーパーでくるんだりしてつけてたじゃないですか。数の子の場合はね、本当にね、味噌の味が入りにくいので、僕はこれね、直接もう味噌の中に漬け込んでしまいますかね。これね、別に味の好みで、味噌でなくとも酒粕、だから酒粕と味噌を割って漬けてもね、酒粕の風味が、とてもね、心地よく、お酒のおつまみなんかにも、最適かなと思うので、年末ないしやお正月のね、おせちを作る際に余った数の子をつけておいて、でもうこのままね、冷蔵庫で1ヶ月2ヶ月持ってしまうので、落ち着いた頃に、お正月を忘れた頃にね、そういえば冷蔵庫に数の子つけてたなーっつって取り出して、この周りの味噌をね、軽く洗い落として食べてみてくださいと。ここまでね、味噌漬け、醤油漬け、塩漬けね、紹介したんですけれど、あとね、数の子を使った料理といえば、松前漬け。松前漬けはね、正月の食べ疲れの合間に食べるには最高のおつまみだと思うので、次回の動画で松前漬けの作り方を紹介しますので、よかったらそちらもね、一緒に見て、お正月で余った数の子を使って松前漬けでもぜひぜひね、
作ってみてくださいと。味噌漬けの場合はこのままラップして冷蔵庫で寝かせるだけですんで、まあ次回の松前漬けの作り方の動画も、よろしくお願いいたしますと。